すみませんは謝るときに使う言葉ですが、お礼を言うときは、ありがとうございますを使う場合と、すみませんを使う場合があります。本文では、落とし物を拾ってもらったときや、席を譲ってもらったときに、すみませんとお礼を言う場面が出てきました。このように、他の人が自分のために何かしてくれたときで、そのために相手に不利益や負担がかかったと感じる場合、すみませんという言葉で、謝りながらお礼を言います。すみませんだけでもお礼を表す意味になります。相手に不利益や負担がかかっていない場合、例えば褒められた時や、お祝いを言われた時には、お礼の言葉として、すみませんが、使われることはありません。すみませんと、ありがとうございますの使い分けは難しいかもしれませんが、すみませんを使わないで、ありがとうございます。と言っても、失礼になることはないので、お礼を言うときはいつも、ありがとうございますとだけ言っても大丈夫です。すみませんは謝るときに使う言葉ですが、お礼を言うときは、ありがとうございますを使う場合と、すみませんを使う場合があります。本文では、落とし物を拾ってもらったときや、席を譲ってもらったときに、すみませんとお礼を言う場面が出てきました。このように、他の人が自分のために何かしてくれたときで、そのために相手に不利益や負担がかかったと感じる場合、すみませんという言葉で、謝りながらお礼を言います。すみませんだけでもお礼を表す意味になります。相手に不利益や負担がかかっていない場合、例えば褒められた時や、お祝いを言われた時には、お礼の言葉として、すみませんが、使われることはありません。すみませんと、ありがとうございますの使い分けは難しいかもしれませんが、すみませんを使わないで、ありがとうございます。と言っても、失礼になることはないので、お礼を言うときはいつも、ありがとうございますとだけ言っても大丈夫です。